ドリームランナーチャンネル。はい、皆様こんにちは。ドリームランナーチャンネルの清水です。今日お話をするのが、2回目になります CB750 フォア、こちらについて、取材をしてまた皆様に動画報告といった形になります。また今回、モビリティリゾート茂木、コレクションホールの、大きなご協力で撮影が整いましたことを誠にありがとうございます。また、こういう折ですのでマスクの方特別な許可をいただいて外すことができるようになりましたので、合わせてよろしくお願いいたします。さて今日のコメンテーターなんですけども、もうみんな大好き渡辺さんということで、前回の CB750 は、好評いただきました、渡辺さんに再度、置いていただいて教えていただきます。で、前回の CB750 フォアに関しては、一応マニアックレベル1ということで、1は僕らの中ではオートバイ乗り始めまたは興味があるそんな人を対象にした画像になっておりまして、今回は3ということで、公開をさせていただきます。CB750 フォアちょっと簡単にご説明しますと、1969年でこの頃、国内定価で38万5000円で販売になりました。その時69年サラリーマンの平均給与、これがですね大体72万1700円、これがパー年収ですね。ということですから、月収の6倍年収の半分がこの1台で飛んでいくというかなり高価な車体だったということがよくお分かりになると思います。総排気量 736cc、61mm×63mm のボアストローク、圧縮機が 9.0 という、スペックなんですけれども、今日のテーマであります CB750 フォア、まず、国内でも一番最初の方の大きなバイクということになりますので、ホンダさんとしてもいろんな意味で手探りでの設計製造そして販売になったと思います。そこら辺の、お話の中で一つ、的を絞りまして、まずエンジン、これは、OHC ということでオーバーヘッドカムシャフト、こちらの方を採用している件がまずご説明内容1番。そしてドライサンプル、こちらの、オイルの溜まり場ですね、これがサイドカバーの内側、つまり上の方にあると、通常だとオイルパンがあると思うんですけれども、それをあえて上の方に持ってきたと、そこら辺。そして、ちょっと前回のね750フォアの時にこのブレーキ効かないじゃんっていうコメントが結構あったものですから、そこら辺の時代背景も含めて、ご説明させていただければと思います。じゃあ渡辺さんよろしくお願いします。はい、こんにちは、渡辺です。よろしくお願いします。お願いします。はい。2回目の750フォア、だんだん深い話で、そう、今回3段でいきますので、よろしくお願いします。今ちょっとご紹介したようにですね、CB750 フォア、こちら赤いのがあります。これ K0 といって、初期の砂型のエンジンということで、あまり量産もくるんでなかったんですね。いや、最初にですね、そんなに売れないだろうなでスタートしたんだけど、発表したらですね、大変興味指名した方が多いんで、これは間に合わねえと、で急遽追っかけ、金型でやったと。でその頃私はちょうどこのエンジンを作っていた、埼玉の工場で、エンジンテスト部門にいましたんで、組み替えテストやったりですね、いろんな作業をちょうどやってましたので、そういう最初の頃の思い出がある車よかった。ドリブランナーチャンネルってこうやって実際にご自分で見聞きをしたっていうことをできるだけコンセプトとして皆さんに紹介するということで、雑誌とかインターネットはなんて言うんでしょう、作る上の参考にしかしてなくて、基本的には本当にご自分もしくはご自分の上司が扱ったものに対して皆さんにお披露目するっていうのを一つのコンセプトにしてますので、そこら辺もちょっと楽しんで見ていただこうかなと思いますね。さて先ほどお話しした OHC、これの3年ほど後には川崎から Z が出てきますよね。72年ですからね。そうすると4年後ですね。そうすると変な話、ちょっと僕ら的に一般の人の目からいくと、あれ OHC じゃんっていう、ちょっとこう見劣り系の見方もできないことはないんですけど、そこら辺の必要性とか、または考え方の中で、これがホンダの CB フォアだっていう、お話があれば。
一般的にはですね、ツインカムの方が、高性能というイメージはありますけど、これはあくまでもですね、最高回転のあたりを多用するような高性能なエンジンを狙えば、そちらがベターかもしれないけど、市販車ですから、あくまでそうですね、要するに市販車もね、信号で止まったり走ったりもあるわけですから、常にやっぱりゼロスタートみたいな部分の使い勝手も考えなきゃいけないということがあって、一般的にはですね、ツインカムの方が全然いいエンジンだみたいに思われてるかもしれないけど、シングル1でも6000、7000ぐらいの回転までだったら、シングルのカムで、これ2バルブですけど、バルブサイズも逆にね、1キロあたりとしては、大きく取れる、4バルブの方が1つは小さいけど、面積で大きくなる。そうですね。でバルブ径が要するに1つででかいということは、要するにそれだけ応答性がいいということになるんですね。特に低回転、中回転ぐらいまで。ですから皆さんよくご存知のね、ポルシェ、空冷のポルシェなんていうのは、何しろ70年代の後半のレースカーまで全部空冷の2バルブですから。いわゆるトルク重視型。そうです。OHC ですよ。それもびっくりですよね。だからそれは考え方でちゃんと6000、7000までで必要な性能が出るんであれば、何も複雑で重たいね、ディオキシンにする必要がないわけです。やっぱり高回転を多用すると、それだけエンジンに対する負荷とか、あと寿命とか、そういうものにも影響してくるから、下の部分でちゃんと走れてっていう方が長持ちしますよね、実際ね。長持ちもしますし、使う人にやっぱり使いやすい、優しいと。要するに上だけパワーがあるやつをうまくね、感じ取って走るんだよって言ったって、そうなかなかうまく乗れませんし、排気量は小さければ別ですけど、このぐらいありますとね、開けたらベタなに走っちゃいますから。やっぱりそれが使い勝手が分かりやすいということでいくと、十分、OHC の2バルブで性能的には750ありますから、トルクがありますのでね、アクセルワークで、使いやすいという最初の、大きなバイクとしては、安全も考えればそういうレベルでスタートするっていうのが、ホンダとしての考え方としては、乗った人が皆さんね、突っ込んで飛んでっちゃってね、事故やってみたいな変なのおかしいですからね。やっぱり世界というか、日本最初、世界でも初めて危険なね、バイクを出したぞになってね、噂が出たらまずいわけです。そうですよね。だからやっぱり最初はちょっとやんわり気味で、体が慣れたりいろんなものの見方ができた頃と思います。やっぱり安全性っていうのはそういうところからね、作っていかないと、ある程度スピードリミッターみたいなね、リミッターをかけてあげるっていうのも大事ですよね。だから一般的にはね、みんなその馬力で50だ100だっていう話になっちゃいますけど、乗る人がコントロールするアクセルっていうのは、皆さん何をこれコントロールしてるということをね、理解しているから、トルクの制御をしてるんです。回転数はその結果上がるか下がるか。だからトルクの制御をしているという理解がないと、いかにこのアクセルワークと特性が大事か、だからOHCだって十分2バルブで走りますので、今はもうね、最近の車っていうのはそれこそ燃料を消費率を下げようっていう車であっても4バルブがついてる、やっぱりこういう時代になってますけれども、当時としてはやっぱりこれが当たりというかね、本当の考えの結果なんでしょうね。でも見たらでかいですよね、サイド側が入っちゃってね。でこれで重量どれぐらいありましたっけ？220ぐらい。220。しかも鉄ですからね、今みたいにプラスチックを対応してね、やってるのと違いますので、ありました。あとはそのエンジンつながり、もう渡辺さん長いこともエンジンの設計一筋で、いろんなね、車4輪の方も見てられた方なんですけれども、この車、バイク、ドライサンプルですね、でさっきもちょろっと世間話的にしたんですけど、私の記憶の中でドライサンプルのオートバイっていうと、市販されてる中では、ヤマハの SRX、ボイスオブシングルだったか、昔ね、短期走だけのレースがあったりなんかして、結構盛り上がった時期に出た車なんですけど、要は速く走るためにああいうオートバイを短期走で出してた、でそれよりもはるか前にこちらはドライサンプルやって、で他の554本も含めて、もうウェットサンプルじゃないですか。そこら辺っていうのはどういう意図があって、これわざわざオイルパンを上に持っていく、オイルだまりを持っていくっていう考えがあったのかな。一つはですね、大きなバイクだし、日本よりも外国をね、目指して作ってあるところもありますし、高速クルージング
しているような場合だと、はい、やっぱりオイル給油とかね、はい、消費の心配もしなくちゃいけないので、まあ、スピードがある程度出れば冷却的には問題ないんですけど、はい、まあ、やっぱりオイルのその高性能化によるね、劣化部分というのもあるし、冷やし方として空冷なんで、はい、基本ですね、空冷のエンジンはドライ散布っていうのが、まあ、定番の組み合わせなんですね。飛行機でいうのエンジンで言ったら、全部ドライ散布ですから。まあ全然そうですね。エンジン本体で飛行機のエンジンっていうのはこういうのと違って、オイルだまりを持てませんから、やっぱり別なところにタンクをつけてという形になって、そこにオイルクーラー、そうですね。エンジンと離すことだけで、やっぱり大気にね触れてる分だけでも十分冷えますし。じゃあ逆に言ったら重心なんかも考えないですか。そうです。まあちょうどね、隙間っていうかスペースがあるところにタンクを持ってった方が、いろいろメンテのことも楽ですし。多分パッと見もう素人見で見た限り、6センチ7センチは下の部分が変わりますもんね。そうですね。オイルパンの部分でね。それだけ重心上エンジン自体を下げられる。そうですね。足つきも良くなるということです。まあある程度ね、その最初のマシンっていうか。バイクですからエンジンもね、そう最初からぎゅうぎゅうぎちぎちに作ってませんので、ある程度ね、両方出してますから、まあその分がちょっと重くなってるっていうのはありますけど、なんか当初の設計のコンセプトだと、最大クルージング速度が140から160キロっていう、すごいこう当時のね、交通事情からいくと、高いところに設定して、これできてるじゃないですか。やっぱり日本はその頃ってまだそこまで高速化されてない世間様ですから、そうですよね。逆に言ったらまあオーバースペックなんでしょうけど、海外だとね、もう地平線の方にドーンと、まあそうですね。やっぱり一般車で、まあいくら高速、まあドイツなんかね、制限だと言ったって、やっぱり一般の方が乗るわけでいろんなレベルのバイクも走ってますから、だからいくらクルージングといっても150ぐらいまでがいいところですよね。風圧すごいですもんね。いや、まあ風圧もありますけど、その他とのね、バランスを取った一般道で走るスピードとして、まあ日本はね、高速道路できたって100キロですね。日本は一気にそこまでいかないです。そうだね。時代的にそうですね。ちょうどこの車出た頃ってまだ軽自動車がだったら 360cc。そうですそうですね。もう私なんか乗った時代。そうですよね。その頃にその倍近いエンジンが搭載されてる二輪車ですね。二輪車ですから。ですよね。怖かったでしょうね。意外と乗るとき。まあね、最初はね、思いますよ。ドキドキで乗っても、人間っていうのはですね、慣れちゃうんですよ。そうすると、もっと早く走りたいなとかね、もっと加速がいい方がいいなとか、それはだから時代でやっぱり進んでいくとそうなりますから、そういう気持ちに、じゃあ次はこれですよってこうつなげていくようなね、まあ考え方によっちゃ商売上のこのね、あれもありますから、一気にね、とんがったやつなんか出しちゃうと次何出すなかまあそうですよね。やっぱり階段上がっていく必要もあるし。まあでも考えてみたら、世にないんですもんね、こういうオートバイがその頃ね。そこにこういうものを出してきたっていうのは、作る方としても怖いですよね。やっぱり相当苦労されたと思います。さて、あと、先日の、レベル1の時なんですけれども、CB754はこれですって出した時のコメントの中の一つに、ディスクブレーキが搭載されたじゃないかっていうことを僕らの方でも言ったんですけど、聞かないじゃん。聞かないよあれっていう話がすごくあったんですよ。で、正直僕が乗ってる754のレーサーはSR 系のフロットフォークに変えて、でもうブレンボのディスクに変えてっていう形にして普通にサーキットを走れてるっていう、そういう中でこちらソリッドのシングル片押しでですよね。やっぱり今のレベルで物を見ちゃうとそれは聞かないですよね。この重さですから。まあ聞くというのをどういうふうに理解するかなんですけど、要するに使う人の意思に沿ったブレーキコントロールができるように、するということでいくと、いきなりディスクにしたからね、キャッてやった瞬間にパーンと効いちゃうようでもこれは危ないわけですから、こうギューッてやったなりにね、皆さん、ブレーキってどうやって使うのがいいかなっていうのね、まあ教習所だってまともに教えてるとは思えないけどやっぱりこう遊びをなくした状態でここから効くんだなっていう感覚でキューッと入れてってグーッと効いてきたと、それで最後の方でもうちょっと効かしたいって言った時にグッていってくれるとこう
逆、プログレッシブみたいな形で効くという特性にしとかないと、危ないわけで。今時のブレーキって結構最初にガツンって制動力が上がってそこからスーッと落ちていくようなイメージがあるんです。そうですね、やっぱり握れば握っただけ効いていくっていうのがこの子なんですね、逆に。まあその感じ方がね、そうなるように、最近のって実際そうですよね、指クッとかけるとまず角グーッと下がって、あとは握りしろがギューッと入っていくような感じ。そうですね。それとやっぱり、重さなりのものもあると思う。まあ参考に言うと、これディスクですけど、それまでは全部ドラムですよね。ドラムはシングルというか、こういうね、中にドラムの芯が2個入ってて、1つずつをこうやってやるタイプと、両方でこうやってやるタイプであって、スポーツ系は強力なブレーキなんで、2リーディングってこうやってやるんですけど、ドラムブレーキって、この間バスの事故でもあったように、ありましたね、使いすぎると面積がでかく当ててるので、フェードといって、要するに熱を持ちすぎて、ブレーキシューが要するに硬化しすぎて焼けて、もう効かなくなっちゃう。最悪の場合はドラム側にこう張り付いちゃって逃げて戻らなくなっちゃうみたいなこともありますから、だからその辺のね使い勝手、どんどん速くなっていった時にはやっぱりそのドラムブレーキでは構造上無理があると、やっぱり先ほどの設計、クルージング速度140、160となってやっぱりこっちだろうっていうことで、そうですね、もう選択肢はこちらにあった。そうですね、ディスクのこのねパッドでしてる部分でこんだけしかないのに円盤こんなでかいですから、面積比で言ったらドラムの比じゃないからよく冷えるわけです。そうですね、そういうところから採用といった感じが、見て取れるということですね。いかがだったでしょうか。今回レベル3ということで、まだねそこまで難しく突っ込んだことは言ってないと思いますから、今回ここら辺でお許しいただければと思います。で、時間も今16分、実はですねこの後、何をしようかな、言葉なかった。先日のいろいろと、僕らの方で何作かビデオ出させていただいてるんですけれども、その中のコメントにですね、RC149、149ですから 125cc の5気筒、これについてもしよかったらやってくんないかみたいな、ちょっとこれツイッターですね、ツイッターでね、トノさんという方がいただきまして、ここで1回 CB75 フォアについては止めまして、ちょっと急いでいきますのでよろしくお願いいたします。チャンネルはそのままでは、またこっちを。はい、今はですね RC149 の前にやってまいりました。先ほど 75F900F の時にちょろっと言っちゃったんですけど、最近ですね僕らの動画の方に、いろんな形でコメントいただくことが多くなってきました。本当に皆さんご視聴ありがとうございます。今回その中で、2つばかりちょっとお話をしようかなと思っています。まず動画のコメントからいただいた、通称 Y さんですね。こちらのチャンネルはホンダ専門なのでしょうかと。もし他メーカーの車両も今回のように取材動画をやるのでしたらリクエストがあります。こういうリクエスト、すごく僕らのことを待ってましたって感じなんですが、すいません、できることとできないことがございまして。で今回、その方のお話では、スズキのスクエア4、4軸式、あとヤマハのスクエア4、2軸式、これについて詳しく知りたいということをおっしゃってました。これについてはちょっとお時間ください。いろんな方に一応会うために僕も聞いてますので、何か情報があり次第、動画にできればと思っています。一応前向きにですね、考えてますんで、ちょっとだけお待ちください。ちょっとじゃないな。長く待ってください。そして、ツイッターからいただいております、通称トモさんからのお話です。機会があれば、RC149 取り上げてほしいですと。で、125cc5 気筒ということなのでね、僕もちょっとそれ、と思ってね、今回、こちらコレクションホールさんで、見ることができましたので、渡辺さんの解説とともに分かっている情報をお知らせしたいと思っています。ちょっとね、僕、あまり分からなかったんですけれども、5気筒のマシンって知る限り RC の 211V ですね。これとフォルクスワーゲンの、4輪車、あとアウディとかね、ベンツもなんかありました。欧州系に多いんですけれども、そんな中でちょっと変わった、偶数が当たり前と思ってたところに奇数のエンジンということで気になりましたので、渡辺さんにお聞きしたいと思います。
簡単にですね、ネットで分かる範囲のこと言っちゃうと、あ、そうだな、これ言っちゃうより渡辺さんに聞いた方が早い。ということで、渡辺さんどうぞ。来場者も増えてきちゃったんで、すいません。はい。RC149、こちらです。はい。これについてなんですけど、はい。先日、こちらのコレクションフォームさんに収蔵されてるであろうマシンとかの、いろんなこうデータ、ちょっと見させていただいたときに、先日の RC116、はい。これが、ボアストロークが、35.5×25.14。はい。まあ、で、50、かける2気筒で 50cc。はい。で、単純計算、こちらが 125cc。はい。で、5気筒。はい。すごく関係ありそうなんですね。はい。もう、前振りしちゃってるんですけど。まあ、そこら辺についてのことと、あとは、まあ、1966年、これもまあ、たまたまRC116 で一緒ということで、限りなくまあ、その辺の転用ができたのかなというのは、まあ、ネットの情報も含めて、僕ぐらいでもなんとかわかる情報なんですが、はい。そこからもうちょっと突っ込んだ話を、はい。視聴者の方にちょっと教えていただければ。ああ。はい。はい。はい。ぜひお願いします。はい。わかりました。じゃあ、今日は RC149 ですね。89ですね。要するに5気筒の120。5気筒、120で5気筒ってびっくりすると思うんですけど、もともとはですね、250の気筒で大成功しましたので、125の気筒だという話が当然出てくるんですね。ところがですね、まあ、お金も手間もかかります。そうですね。で、まあ、出てきたのが、まあ、65年なのね。そうですね、これが66年ですよね。そう、65年に話が出て、で、短時間にやるにはどうするかと。で、均等の6気筒を新開発すると、ヘッドから何か全部大変だねと。で、いろいろ悩んでいたら、これはね、総長さんのアイデアだっていうことを聞いてるんですが、お前ら頭が硬いと。なんで均等6気筒にね、補充するんだと。50の2気筒 2.5 倍すれば125になるだろう。5気筒でいいじゃねえかと。そういう話なんですよ。もうすでにその時は116というのがね、ありますもんね。はい。じゃあ、それを5気筒にして、まあ、使うんだけど、どうするかと。今まで6気筒しかやってないし、新たにね、バランス調整その他やるのかということで、もうそっくりそのまま、6気筒用のクランクシャフトで、真ん中の1つ抜けば5気筒になってる。で、1気筒は116のやつ使えばいいよ。要するに頭周りも、バーストも関係部品も全部利用できるということで成立するんで、それでまあ時間、工数を削減しよう。その抜くっていうのは物理的に抜くだけじゃないですよね。当然切るわけです。切るっていうのをそういう設計にするわけです。だから6気筒用に均等割りしたやつの中で、真ん中に同じ位置のクランクピンがありますから、それの一つを抜くということ。だから1気筒分ずらして組んじゃうと。だから変則の5気筒均等で火が飛ばないっていう感じなんですね。6気筒のうちの1気筒を取った形で火が飛ぶんで、音をね、聞いてもらうと分かんない。ちょっと変な音するんですよ。不等間爆発とか。まあ、4気筒が等間隔で1気筒だけ違うってそういう感じになっちゃうんです。6気筒で1つ死んでるっていう感じですね。そっちの方が分かりやすいと思います。なるほど。そういうことなんです。これ他に何か面白いこと何かありますか？あとですね、ちなみにその65年の最後の日本 GP だけ148というのが出て、これは50の115のバーストロークのマシンで、で66年がフルシーズン116と同じバーストロークの149に。まあ実質だから1年しか走ってないんです。まあそうですね。データ見てもそうですよね。そうですね。ということで、まあとは言っても125の5気筒なんで、非常にパワーバンドが狭くてということで、トランスミッションが発速ありますね。そうするとミッションの幅も広くなりますよね。だけど車体が125ですから、タイヤの幅は後ろね、そんな広くない。そのままエンジン5気筒、そのままミッション8気筒でやると、まあ2輪の場合はですね、
ドライブスプロケットの位置がなるべくリアタイヤのギリギリを通っていくというレイアウトをしなくちゃいけないので、はい、とミッションがそのためにとんでもない端っこに寄ると、エンジンとしての左右の、ね、バランスが取れなくなる。そうですね。で、わざわざ外から内側にスプロケットを回して、内側から要するにギアを駆動するということで、まあ、この RC シリーズ全部左側チェーンなんですけど、はい、この125のもう一だけ右側チェーンにしてあります。それはそのエンジンのね、重量バランスをそうして、タイヤの幅にギリギリにチェーンラインを持ってくるということで、まあそういうレイアウトにしてあります。そうですよね。はい、エンジン横が長いんですからね、タイヤのそのいわゆるスポロ系の位置に対して、相当外に出ちゃいますよね、だったらね。まあ余計な話かもしれないですけど、当時、通その 50cc なんかは12段とか14段とかでやってますから、あれ全部ミッションが12個横にいっぱい並んでるんです。だからエンジンの幅よりもミッションの幅がはるかに大きいです。だからあの時代のツーストのマシンが、もう押しかけするったってなかなか大変だし。このマシンでもそうですかね、結局33馬力、あ、じゃあ14馬力か。21,500で発生してますか。だから同じところまでですね。エンジンのベースが50本に一緒だから、ここ一緒なんですよ。そうなんですよ。まあ、そういうことか。だから音としてはね、動きとか回ってますから、まあかなり、キャ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 、で、ちょっと回ると思いますけど。はい。そうか。そんな、ちょっとなんかおまけというよりはちょっと暴れるので、それとね、いや、ついでにちょっとおまけの話をしますと、この5キロとか6キロシリーズ、まあ、5キロも最後だからついてますけど、それまでの4キロシリーズや50の1段に比べて、オイルクーラーを体につけてます。で、このオイルクーラーなんですけど、これ飛行機用のオイルクーラーをつけてます。当時。要するにわざわざ、バイク用なんてないんで。だから飛行機のね、水冷なり空冷でも、オイルクーラーを全部持ってますから、それを作ってるメーカーが当然イギリスにありまして、そのメーカーから利用して、これはもともと飛行機屋さんのオイルクーラー。ちっちゃい。ちっちゃいです。だから、その関係で繋いでるホースなんかもみんなこれ、サイズ的には、ちょっと高級ですけど、飛行機を持ってきてるので、がっちりとして。こういうことはこんなブルーアルモイトなんですか？あります。あったんですか？サーキとかね、よく4輪の改造車なんかだと当たり前こういうの見ますけど、じゃあこれは昔の車がさった。そうですね。これは一度見たときに、これは絶対後からつけてるから、アルバイトまで剥がせなかったのか、口には出さなかった。じゃあこういうもんだった。そうです。昔のドイツの飛行機なんかは、冷却系と、から燃料と、オイルというか、全部パイプジョイントの色を変えて、設定してて、間違って使わないように、そういう分でもしてありますけど。これ見るとやっぱり、いかにも知ってるよっていうね、開発者には定番なんですけど、いや、でもすごいね。まあでもね、軽くしないとなっちゃうエンジンがそうですと思うんですけど。だからもうハンドルがあるとか、このね、フロントフォークなんかにこれ全部これね、チタンを対応してるんで、作ったな。いいですね。これは類似タベリー？そうですね。多分ですね。タベリーとライアンスが作るんで。ああ。だからマシンを作るのも能力が大変だったでしょうね。さあ、こんな感じの情報でありました。トモさん、今回ありがとうございます。情報いただきまして。こんな感じで、まあ、なんかの折にこれもちょっと教えてよみたいなのがあれば、コメントとか、ツイッターでね、いただければと思います。時間が許す限り頑張ります。はい。ということで今日はありがとうございます。またよろしくお願いいたします。どうも失礼します。